店舗営業部の梅本と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。部屋の間取りだったりとか、世帯人数、あと平米数、お伺いしてもよろしいでしょうか。広さが、38平米。間取りは 1LDK になります。パートナーと2人で暮らしております。好きなものに囲まれて暮らすっていうのが一番大きなテーマになっていて、ちょっと後で見ていただければわかると思うんですけど、結構色を使っていたりとか、アクタスのナチュラルなイメージとはちょっと違うところもあるかもしれないんですけど、好きなものに囲まれて暮らすっていうのが一番です。あとは等身大っていうのもちょっと考えてはいるんですけど、今の時点ではちょっと背伸びをしていいものを買うっていうのも大事にしていて、そのアクタスの中で考え方としてあると思うんですけど、いいものを長く使うっていうところにやっぱり重きを置いています。なのでちょっと見ると高いものも多いんですけど、結構頑張って買って、ずっと長いこと使うぞっていう感じですかね。これまでアクタスの YouTube だと比較的ファミリー世帯だとかって方が多分メインでご紹介することが多かったんですけど、梅本さんはまだ25歳ということで、まだまだインテリアに関しても趣味思考も変わるかもしれないし、でも一本筋が通った好きなものも明確におありになると思うので、その辺の今まで紹介してこなかったような25歳の視点の家具の楽しみ方、インテリアの楽しみ方みたいな部分をより深くお伺いできれば嬉しいなと思っております。はい。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いいたします。早速なんですけど、この入り口手前の部分から少しお伺いしてもよろしいでしょうか。もちろんです。こちらがアクタスのグッド 80% というラインから出ておりますパドルオンシェルフというシェルフになっております。ここが見ていただくと賃貸とかでも穴を開けられるようなピンで留めているような仕様になってまして、こういうフレグランスとかを玄関に置くスペースが狭くてないので、この廊下もすごい狭いんですけど、何もないと結構やっぱ殺風景になりがちなので、一個こういう飾り棚みたいなものがあるとアクセントになってすごい使い勝手よく、あとは場所を変えたいとなっても現状復帰がしやすいので、フレキシブルさなんかもすごい狭めのご自宅にも向いてるかなってところはありますね。入り口としてすごいここからどうぞって感じに使いやすいですかね。奥に行くとさっきのスペースになるってことですかね。そうです、そうです。このリビングダイニングはそもそもどういった空間でどう過ごすことが多いんでしょうか。はい、間取りをちょっと見ていただければわかると思うんですけど、そんなに広くないので、最初にやっぱりリビングダイニングっていうと、ダイニングテーブルがあってリビングスペースがあるっていうイメージを持たれると思うんですけど、やっぱ僕ぐらいの年齢の方だとなかなかどっちかしか置けないっていう状態があると思うんです。引座の生活をされる方だと、リビングのスペース、ソファー買ってちょっとローテーブル買って暮らされるって方が僕の周り多かったんですけど、僕はあえてこのダイニングを結構大きく取っていて、でっていうのもパートナーと生活のスタイルがダイニングで座って話して、ちょっとコーヒー飲んだりお酒飲んだりしてテレビ見てみたいなことが多かったので、あえて大きくダイニングを取っています。なのでソファーは置いてないです。そこはもう割り切ってらっしゃるんですかね。そうですねっていうのもあるんですけど、椅子がめちゃくちゃ好きなんですね。デザイナーズチェアすごいやっぱ奥が深くて、テーブルより先に椅子が来るっていうのが結構自身としてもあって、なのでそのいい椅子たちの受け皿になってくれるようなダイニング、2人暮らしにしてはちょっと大きめなサイズ感でダイニングテーブルは選んでるんですけど、そこもちょっとそういう理由があったりはします。椅子ありきで全てが始まってる部屋ってことですかね。そうですね。面積的になかなか全部が好きに置けないって話だと思うんですけど、その中に大きなテーブルを置いていらっしゃると思うんですけど、その辺どういうふうな使い方をされてたりするんですかね。2人暮らしではあるんですけど、人が来ることが割と多いので、今は椅子ちょっと三脚とスツールを並べてますけど、最大で8人とか来るんですよ。なんでちょっと後でご紹介しますが、椅子であったりスツールであったりは方々に散っているので、それを持ってきて割とここでみんなで談笑するみたいなことが多いかもです。ダイニングテーブルは IKEA さんのテーブルを使わせていただいてまして、サイズが135センチ
になりますので、そんなに広くはないけど、この空間にしては割とドーンとくるようなテーブルですね。常に使ってる椅子が、まずこちらが、あんまりアクタスのルームツアーでもしかしたら出たことないかもなんですけど、パントンチェアっていう、バーナー・パントンっていうデンマークのデザイナーが作っている椅子なんですけど、皆さんイメージしていただきやすいのは、キノコみたいな形のパンテラっていう照明があると思うんですけど、それ作ったデザイナーです。これは実は実家に住んでる時から使っていた椅子で、結構マットなものとつるっとした質感のものがあるんですけど、マットなものを使っています。ちょっと座ってみると、意外と座り心地が良くって、ただダイニングで食事をするって時にはくつろげちゃう椅子なんで、どっちかっていうとテレビ見たりとか食事の後にちょっと喋るみたいな時はすごい使いやすいチェアになってます。無垢の木のものとかが多い中で、ちょっとこういうアクセントになるようなものがあると、空間としてもらしさが出るというか、あとはすごい機能的なことでいくと、空間がそんなに広くないので、中まで入れ込めるっていうのも結構重宝しているポイントになります。奥の椅子も聞いて大丈夫ですか？もちろんです。もうみんな大好き Y チェアですね。どの家にもあるんじゃないかってぐらいアクタスの YouTube では出てきてますけど、僕はこれチーク材のものを購入してます。もう廃盤になってしまっているんですけど、この色合いが何といっても唯一無二と言いますか、Y チェアといえば多くのオイル仕上げっていうのが割と本国とかだと言われてはいるんですけど、もうちょっと飴色に最初からコーティングされたようなものになりますので、僕の家だとナチュラルめな家具が多いんですけど、そういうとこにあっても違和感なく、逆にある意味存在感が出てくれて使いやすいチェアになってます。本当は入社した時には多くのオイル仕上げを買おうと思ってたんですけど、ちょうど入社したタイミングでチーク材のこのオイル仕上げなんですけど、ちょっとお安くなってるタイミングでお店に入ってきたのを見て、もうちょっと一目惚れに近かったです。多くのオイル仕上げとかを使っていくと、経年変化でどんどんちょっと色が濃くなっていくんですけど、そういうものと並べてあっても空間として素敵になるなと思って買いました。なるほど。こちらはさっきの Y チェアのデザイナーのハンス・ジェ・ウェグナーって方がいるんですけど、が生涯で最後に作った椅子と言われているチェアになります。さっきの Y チェアがフルアームっていうんですけど、アームが全部ついてるのに対してハーフアームっていう、半分で止まってるような。横から見た時の長さが違うってことですかね。そうです。ここですね。こちら PP モブラっていう、デンマークの、工房っていうんですか、マイスターっていう、なんていうか職人がいるんですけど、メグナーがそこと組んで、やってたっていう最初の歴史なんですけど、なので一つ一つ手作業で今作っているんですね。金額も結構張るんですけど、僕はもうこれをずっと欲しくって、入社した時から欲しかったんですけど、買える金額じゃなかったんで、最初のボーナスで思い切って買いました。こちらが PH4 っていう照明になります。5が皆さんイメージされると思うんですけど、5ってシェードの一番長い部分が50センチあるんですね。で、これはその一回りちっちゃい40センチのサイズなんですけど、現行で今アクタスでも出ているものだと PH4-3 っていうものが出ているんですけど、ちょっとディティールが違う点としては、下から映していただくとちょっとオレンジの部分が見えますかね。今の現行で出ている、特にリミテッドとかじゃないモデルだとこれ全部真っ白なんですけど、お部屋全体見ていただくとわかると思うんですけど、差し色としてオレンジは意識して入れていて、その時にこれをヴィンテージショップで見かけまして、一目惚れして購入したという次第になります。ダイニングテーブル上のペンダントはずっと買わなきゃなと思って探してはいたんですけど、働いてれば働いてるほど詳しくなってきて、そうするとこれもいいなこれもいいなっていう風になってた時に、もうある意味決めてくれた一頭です。ここはちょっとしたワーキングといいますか、何かを書き物をしたりとか、ちょっと仕事したりみたいな時に使うコーナーになってます。こういう感じで、一番は奥行きが相当浅いので、こういう狭い家でも置きやすいっていうところですね。僕はそういう使い方をしますけど、パートナーとかここでお化粧したりとか、そういう時にも使えるような空間になってます。こちらがアクタスの中にある、若い世代のメンバーで構成されている Good80% っていうブランドがあるんですけど、私もそこのメンバーとして活動していて、そこから出ている
パーのスリムテーブルっていうテーブルになります。名前の通り奥行きが浅くて、下にこういう風に S 字で何かをかけれたりとか、スペースがないけど暮らしを楽しみたいっていう方々には刺さるんじゃないかなっていうところで、実際僕も自分で使わせてもらってます。このスツールも皆さんご存知かもですが、シューメーカースツールで、なんかここでそんなに長いこと何かをするってわけじゃないので、ちょっとしたことであればお尻の形になってるんで、程よく背筋が立つと言いますか。なのでこういう風に、一人は何かをしていて、こっちでなんか他のことをしていてみたいなことが、例えば朝の時間とかかもしれないですね。この手前にかかっているカーテンはどういったものなんでしょうか？はい、これも同じグッド 80% っていうところから出ている、1423っていう、これってマルチの布なんですね。こう布を折り返してカーテンみたいにして使っているっていうところになります。ちょっと引きで見ていただくと、グレーとブルーなんですけど、色が程よくと言いますか、グラデーションしてるような感じになっていて、色が多い家ではあるんですけど、そんな主張がなく、カーテンって意外といいの探すのが難しくて、今本当に僕が携わってるプロジェクトなので、本当にいいなと思って実際に使っているって感じです。こちらも GOOD80% っていうところから出ているドミノシェルフというシェルフになります。これもさっきのパーのテーブルと同様に奥行きが相当細いんですよ。僕すごい本とか雑誌とかを集めるんで、そういうものの収納としてもですし、ある程度飾り棚というかディスプレイとしても使える。すごい使い勝手はいいです。ここちょっと見ていただくと、マグネットがつくようになってるんですね。穴が開いてるんで S 字フックとかかけれるんで、ちょっとこう使うスピーカーとか植物、水やる霧吹きとか、そういう使うものをここにかけておいて、スペースをそんなに取らずに、インテリアの邪魔にもならずに使えるっていうところが一つ大きな魅力かなと思います。狭いけどインテリアは諦めたくないっていう方が、若い方特にほとんどだと思うので、そういう方にはすごい向いてるというか、僕自身もかなり使い勝手よく使ってるので、すごいおすすめのシリーズにはなりますね。これもオレンジなんですけど、本当だ。そうなんです。これ IKEA のもので、この家ソファーがないので、ダイニングでもくつろぎはするけど、よりくつろぎたい時にっていうので、一応入れてはいます。座ると、こういう感じですごいくつろぐことはできるんですけど、いかんせん、張り地がない状態なので、結局色合いとしてすごい可愛くて使ってはいるんですけど、ダイニングチェアにかけてることのが今は多いかもしれないです。人が結構来るので、そういう時にくつろぐ場所の一つとして使ってもらってるかなっていうところですね。この奥側がもうキッチンの方に繋がっていくってことですよね。そうです。ここが一応レンジとかを普通に置いてる生活感ある空間と、これがストリングポケットっていう壁に石膏ボード用の穴を開けてつけてるんですけど、イッタラのティーマっていうマグカップですかが好きで集めているので、毎朝コーヒーを入れるので、それ用に今日は何にしようかなみたいな感じでやるっていうのがデイリーのルーティンにはなってますかね。結構選ぶものも決まってきてるんですけど、好きな色って。人来た時とかはみんなに好きな色でなんかコーヒー出したりとか、そんなことはしてます。照明はフロスのメイデーっていう照明を置いてるんですけど、これもオレンジなんですね。オレンジです。ちょっと今昼なんであれなんですけど、夜だとダウンライトがここの2個とペンダントとだけなんですね、このリビングダイニング空間は。なのでそんなにやっぱ明るさはなくって、そういう時に端っこに光だまりを作ってくれるようなメイで光がかなり広がるので、単純に光源としても助かってますし、あとはやっぱ色味とデザインが気に入って購入しました。もうこれも入社して割とすぐに買ったかなっていうアイテムになります。下もちょっとポスターとスツールと、植物もほどほどに置いてはいるので、ちょっと朝霧吹きでここをシャーってやって出ていくような感じですかね。差し色の比率的なことで言うと、教科書通りに行くともうちょい少なめで差し色は入れるんですけど、自分が好きなものが割とそういう色が最初の時点で多かったっていうのがあって、そこから最初のうちはもうこれ気に入ったってなったら衝動買いすることも結構多かったんですけど、今はお部屋のバランス全体を見て、これぐらいならいけるかなとか、ここのゾーンにこの色さしたらいい感じかなとかっていうのは考えてはいるので、お部屋全体で見たときはポップすぎないようには意識はしてます。では続いてはこちらの寝室ご案内させていただきます。ここが寝室ですかね。はい。
寝室なんかこうテーマというかなんかこうおありになったりされますか？こっちの部屋は結構色味が強いものが多かったので、寝る場所って暖色系のものってよりかは寒色系のちょっと落ち着いた色味のものでっていうのをインテリア的には言ったりはするので、ある程度色味を落ち着かせて、寝る空間としてそんなに気が散らないようにはしてます。ベッドフレームが特徴的だなと思ったんですけど。はい。これもグッド 80% のアイテムになっていて、バック&フォースっていうベッドのシリーズなんですけど、バック&フォースって行ったり来たりみたいな意味なんですけど、このマットレスはセミダブルなんですね。ただここをちょっと余らせていて、これがシングルサイズからクイーンサイズまで広がるようなベッドフレームなんですよ。色味も、ナチュラルの色とこのグレーの色があるんですけど、トーンをつかせたいっていう理由で僕はグレーを選んでいます。これもグッド 80% のパースツールというツールですね。3本足で六角レンチで足を付け外しができるので、ちょっと例えば移動したいとかってなった時も取り外して持っていけるっていうのは一つ魅力ではあるかなと思います。あとは色味も同じブランドのだけあってトーンが合っているので結構重宝してます。ある程度グレーでまとめられた空間にこのまたちょっとオレンジがって感じなんですけど、これもグッド 80% から出てる同じ形では廃盤になってしまっているんですけど、モンタナというシェルフのユニットがあるんですが、それを日本でグッド80仕様にしてちょっとコンパクトにしたものなんですけど、空間全体で見た時にちょっとぐらいこういう差し色があっても可愛いし、僕が使ってる使い方は携帯充電して置いたりとか、本当にサイドテーブル的に使ってるんですけど、程よく遊び心がありつつ、グッド80っぽさもありつつ、僕らしさもあるような寝室も空間になってるのかなっていう感じがします。これもちょっとアクタスでは取り扱いがないんですけど、イサム・ノグチという有名な彫刻家ですがいましての明かりのシリーズですね。シェード和紙使ってるんで、ちょっとつけてみると、ふわっと陰影が綺麗に出るような照明になっています。この照明も迷ったんですけど、寝室であればちょっとこの和のテイストというか、心落ち着く感じにしたいなと思って、そんなに明るさも必要ないので、この照明を選びましたね。今日はご案内ありがとうございました。ありがとうございました。インテリアって楽しみ方は本当に人それぞれで、正解はないと思うんですね。僕はこういう風に結構好きなもの起点で集めていって、空間全体のバランスを考えてっていう作り方をしますけど、最初から全体感のバランスを見て作るって方もいらっしゃいますし、ご自身でちょっとずついいものを集めていくってことも全然ありだと思うんです。本当に正解はないので、好きな風にこんなに色入れてても、そこそこまとまりはあると思うので、自由に楽しんでいただければと思ってます。家にいる時間ってリラックスしきれるし、家に帰るのが楽しいって思える家を作りたいっていうのはどうしてもあるので、どこか外で遊びに行くっていうよりかは、仕事終わって疲れて帰ってきて、ここでリラックスできるっていう空間って相当大事だと思うんですよ。なので、何でもいいので、自分の好きなことって何かなってとこを見つけていただいて、それをちょっとでも暮らしに反映できるような家作っていただくと満足度も高いですし、お庭の家ができていくのかなっていうふうに今思いました。以上、アクタス店舗営業部の根本がお送りしました。ありがとうございました。